はい、皆さんこんにちは。今日はですね、家でどぶろくを作ってみようと思うんですが、皆さんどぶろくっていうのはもちろんご存知ですよね。お米から作るですね、白く濁ったお酒なんですけれども、つい先日ですね、20代ぐらいの女性とちょっとお話しする機会がありまして、俺自分でどぶろく作ってるんだよねってちょっとドヤ顔で言ってみたんですけど、そしたらどぶろくって何って言われまして、結構ねジェネレーションギャップみたいなものをですね感じました。どぶろくの歴史っていうのはですね非常に長くてですね、もう奈良時代とかにはですねすでに飲まれていたと言われております。私結構ね歴史小説読むんですけどね、その中で室町時代とかのね貧乏なお侍さんとか、あと戦国時代の、伊賀忍者とかがですねどぶろくを飲む描写がありまして、それを読むとですね、こんな昔の人たちもこのどぶろくをですね同じ方法で作って、そして飲んでいたんだなと思うとですね、非常に胸が高鳴るわけですよね。というわけでですね、早速作っていきましょう。よろしくお願いします。はい、それではまずですね、用意するものなんですけどね、今ちょっと乱雑に置いてるんですけど、こちらになります。まずはですね、こちらが日本米3合ですね。今ちょっと水につけてあるんですけど、はい、これ日本米3合です。でそれからですね、こちらが米麹ですね。都麹というブランドなんですけど、米麹が1つ、200g のやつですね。それからですね、こちらドライイースト。はい、ドライイーストが1つ。これ小さじ半分ぐらい使います。そしてですね、ヨーグルトです。これがヨーグルトはですね、大さじ1杯ぐらい使いますね。それからですね、この口の広い容器っていうんですか。はい、この口の広い容器がね、必要です。それからですね、干すためのこの網、ざるみたいなものですね。布でもいいんですけどね。それからですね、お玉。で、上5。それからですね、あと 1.5 リットルの水が必要になります。ちょっとまだ 1.5 リットル用意してないんですけど、水が必要だということです。はい、用意するものは以上ですね。この米麹ってやつなんですけど、日本以外だとですね、入手が非常に困難だと思いますが、日本のどぶろくを作るためにはですね、どうしても必要なものなので、必ずですね、どうにかして手に入れてください。私が住んでいるシンガポールではですね、日系のスーパーなどで買うことができます。この米麹はですね、チャイナタウンのチャイナタウンコンプレックスの地下2階にあるイロハマートというですね、日本の商品を扱っているお店で買いました。はい、でヨーグルトはですね、これ入れても入れなくてもどっちでもいいんで、悩んだ人は、入れてください。はい、ではまず最初の工程なんですが、このお米3合をですね、蒸します。このお米はですね、昨晩から水につけておいたので、もう5、6時間水に浸かってよく水を吸っております。でこの水を捨ててですね、こっちのざるに移し替えて、で蒸していきますね。はい、こちらざるに移し替えました。これもしね、食べるお米だったらね、よく水を切ってから蒸さないといけないんですけど、食べるわけじゃないので、もうね、10分ぐらい置きましたけどね。これをですね、こちらの、また出ました。蒸し器ですね。この蒸し器の中に入れまして、蓋を閉めまして、はい、いつものように火をつけまして、はい、これでですね、40分ほど蒸します。はい、じゃあ40分待ちましょう。はい、それでは40分経ちましたので、よく蒸されて柔らかくなっているはずです。開けてみましょう。熱い。ね、タオルを使って開けてみましょう。おーっと、いい感じですね。はい。今回はですね、お米を蒸しましたけど、これは炊飯器で炊いてもね、OK です。その場合はですね、やや水を少なめにして、少し固めに炊いてあげましょう。それくらいの柔らかさがね、目安ですね。それじゃあですね、とりあえず一粒噛んで確かめてみましょうか。熱いね。大丈夫、熱い。はい、どうでしょう。柔らかい。大丈夫ですね。はい、いいと思います。それではこのお米をですね、口の広い容器に移すんですが、容器の方にですね、すでに水を入れておきました。水の量はですね、1.5 リットルですね。そしてこの水なんですけど、今直前までですね、冷蔵庫の中に入れておいたので、キンキンに冷えています。
前にね、タピオカのお酒を作った時にも話したんですが、麹菌が一番繁殖しやすいのは40度ぐらいなんですね。80度を超えると、死んでしまいます。麹菌ってね、納豆菌ほど強くないんですね。なので炊きたてのお米をですね、常温の水に入れると、ちょっと水の温度が高くなりすぎるので、冷やしたお水の中にですね、この炊きたてのお米を入れると、ちょうど40度ぐらいの適温になるんじゃないかなという感じです。気になる人はね、温度を測ってみてください。じゃあこの中にお米入れますね。はい、ではこのしゃもじで入れてあげましょうか。硬いですね。普段こんなね、お米をね、水の中に入れれるなんてことしないので、若干罪悪感がありますね。はい、すいません。もう大体で勘弁してください。はい、これでお米が全部入りましたね。ではここにですね、残りの材料をすべて入れてしまいます。まずは米麹ですね。こちら 200g を入れます。切れない。切って割って。これが米麹ってやつですね。はい。入れます。突き刺さりましたね。後で入れてあげるんで。はい、全部入れて。そして次はですね、ヨーグルトですね。ヨーグルトの前にちょっとドライイースト入れようかな。なんかこれね、イースト赤って書いてて、初めて使うんで心配なんですけど、赤くならなきゃいいんですけどね。はい、このドライイーストですね、小さじ半分ですね。小さじ半分？小さじ1ぐらい。小さじ半分でいいか。どっちでもいいですわ。はい。イースト入れました。そしてヨーグルト大さじ1杯ですね。なんか入ってんな、お前。やめてよ、ちょっと。はい、ヨーグルトも大さじ1杯入れます。大体でいいです。はい、これで全部入りましたね。じゃあこれ突っ込んで。はい、これで準備完了です。あとはこれにですね、蓋をしまして、これをですね、20度から30度前後の場所でですね、保管してください。アルコール度数をですね、高くしたい場合はですね、小さじ1杯か3杯ぐらいの砂糖を混ぜてやるといいと思います。早ければですね、半日ほどで発酵が始まって、いい匂いがしてくるはずです。1日1回ぐらいでいいので、軽く混ぜてあげてください。はい。日本だとですね、夏場なら2、3日、冬場だったら3、4日ぐらいで十分発酵すると思います。はい、それではまたしばらく待ちましょうか。ね、はい、ではひとまずお疲れ様でした。はい、こちらが24時間経過したものです。今蓋を閉めてる状態なんですけど、これでもね、すごくもういい匂いがします。やっぱりこう乳酸菌っていうんですか、よくわからないんですけどね、とにかくすごいいい匂いがしますね。ちょっと開けてみますか。はい、中はこんな感じになってますけど、すごいいい匂いです。甘酒みたいな匂いかな。そう、甘酒の匂いに似てますね。はい、ということで順調です。はい、今日で仕込んでからちょうど丸3日になりました。きっとよく発酵して飲み頃になっているに違いありません。では早速開けてみましょうか。はい、このようになっておりますね。じゃあ早速ですね、これをこしていきたいと思います。このお玉ですくってですね、ここでこして、それをこっちの、ワインの空き瓶に入れるという工程ですね。じゃあ行ってみましょう。おー、なるほど。はい。皆さんね、もうご存知だと思いますけどですね、このこしたカスっていうのが酒粕と言われるものでですね、例えばこれに水と砂糖を加えてですね、煮立てると甘酒というものがね、できます。
この酒粕はですね、絶対もったいないので、捨てないでくださいね。甘酒以外にもね、ネットにいろいろなレシピが載ってるので、本当に、酒粕でね、いろんなことができるので、ちょっとこれを置いて、これ酒粕入れにしましょうか。ギュッギュッギュッと。まあね、そんなに完璧にこさなくてもいいんですけど、自分のお好みで気が済むまでこしてください。はい、私はこんなもんで、これを酒粕とします。はい、行ってみましょう。また次の行ってみましょう。あ、じゃあこれいいですね。これ一回もう瓶に入れてみましょうか。はい。白濁した液が穴の中へジュボジュボと入っております。わ、これ結構取れそうですね。はいよ。もう一本ありますからね。ガンガン絞りましょう。あらよっと。あらよっと。スプーンとかでやっても良さそうですね。スプーンの方がやりやすいかもね。変わんねえか。根気がいる作業です。おー、白い液が。これはやばいな。ちょっとね、これね、もうちょっと戻そうかな。はい。これぐらいのね、スペースがあった方がいいんですよね。これがね、満タンになってるとね、本当に炭酸ガスのね、行き場が結構なくなってね、バーッとなりやすいですから、結構余裕を持って、瓶の隙間は開けておいてください。じゃあ2本目いきますか、これ。よし、これもうガーッといっちゃいましょう。ぐわーっと。なんかチャーハンを炒めるときのね、動きに似てますけどね。何も炒めてないっていうね、干してるだけなんですけど。はい。ドボボと白い白濁した液を流し込みます。全部いける？いっちゃえ。やばい。はみ出した。ほら、ね、焦るとこうなるんですよ。やり直しだよ、これね。このね、溢れちゃいましたからね、やり直しです。バカですね。ね、急がば回れって言うじゃないですか。よいしょ。やべえ、日本でマジでもう一本いるの。どうしよう。こんな小瓶があったのでこれに入れますか。なんでこんなにいっぱい作っちゃったんだろう。水多かったのかなね。すでにこれ2本取れてしまって、いやこれももういっぱいじゃん。これ蓋ないし、しかもまあいいや、飲めばいいんですよね、ためないでね。よし、これで最後グッグッグッと。よし、後でなんかペットボトルかなんか買いに行かないといけないですね。この手作りどぶろくはですね、発酵の勢いがね結構すごいので、ガラスの瓶に入れるとね、爆発するから絶対にペットボトルに入れてくださいってね、みんな言うんですけど、私はね、ガラスの瓶がね破裂するほどのね威力はそこまでないと思うんですよね。だからいつもねガラスの瓶に入れてるんですけど、心配な人はですね、ぜひプラスチックのねペットボトルに入れてください、無難に。まあね、この確かにね勢いはすごいので、飲む時にね、蓋を開けた時にね、シャンパンみたいにもうブワーッと溢れてね、部屋中がねもうどぶろくまみれになったってことは私もね 2,3 回あるんですよ。ですからね、開ける時はねすごい気をつけてください。はい、もうこんなもんかな。はい、これ酒粕ね、後でちょっと違うやつに移しますけど、もう全然入んねえわ。うわ、どないしよう。まあいいや、飲みます後で。はい、
これで移し替え終了。じゃあせっかくなのでね、ちょっと飲んでみましょうか。はい、これぐらい。乾杯。おお、すごい。もう 5% ぐらいいってるかもしれないですね。5% って言ったらビールと同じですからね。ああ、糖分がね、やっぱり結構分解されてると思うんですけど、甘さがね、感じられ、ちょっと酔ってきましたね。甘さが感じられないのでね、糖分がしっかり分解されて、その分ね、もうアルコールになってると思います。結構きついですよ。きつくはないけど、これね、これ全部飲んだら、ね、多分酔うと思いますね、相当。うまい。満足です。はい、というわけでですね、以上がね、手作りドブログの作り方でした。飲んでみてね、もっときつい方がいいなという人はね、砂糖を入れてあげるといいですね。ただね、さっきも言いましたけど、威力がすごいので、溢れ出たりね、砂糖を入れると本当に暴れますから、吹き出すのをね、気をつけてください。はい、ということでですね、すごく簡単でですね、ほぼ失敗はしないので、皆さんね、気軽にね、作ってみてください。はい。ということで、今日はありがとうございました。じゃあ皆さんさようなら。ごきげんよう。